15年ぐらい前までは毎日こんな感じだったね。軟弱になってる。僕は写真家でいろんなフィールドに出かけたりとか海外も含めていくことが多いんですけれど、自分はあそこに帰るんだっていう存在になり得るもの、そこにいる人だったりとかいつもの顔ぶれだったり自分のファミリアですよね。そこに行けば待っててくれる、いつも会えるっていう場所だから、広い意味でもホーム。五竜をベースとして滑り始めたのが次の冬で25年目になるんですよ。90年代後半はまだハーフパイプがかなり全盛期で、2000年代の初頭からパークっていうムーブメントが起きて、47に関してはスノーボードパークがその当時にしてはかなり充実されていた。その当時バックカントリーに踏み入れ始めたのもパークも一生懸命その時は夢中になってやっていたし、バックカントリーっていう未知の領域も両立してやってた感じでしたね。まず自分のホームの山に、昔自分がこうスノーボードを始めた頃にビデオを見ていた時に出ていたような、スターたちですよねが来て一緒にこう滑れるようなことが起こるなんてことは考えもしなかった。単純に嬉しかったですよね。いろんな人が自分のホームに来て僕を頼ってくれて、全員楽しかったなうん。20年前も今もバックカントリー自体は変わってないんですけれど、バックカントリーブームっていうのがすごく大きくなってバックカントリーに入る人が増えたんで LINE は増えましたね。でもそれはすごくいいことだと思うんですよ。一番に登って一番に滑るっていうことだけじゃなくなってきてるので、来たゲストの人にいいところを滑ってほしいとかいいものを持ち帰ってほしいっていうものも芽生えてきてるし、なんかそういう、時代の変化とともに山に対するの取り付き方、狙い方っていうのは確かに変化してるかもしれないです。
牧歌プロジェクトのアタックで牧歌を協力をお願いしたっていうのは、チーム全体でそれぞれの持ち場でベストを尽くすっていう分業制を取り入れたかったんですよね。今までのその転泊を伴うような山岳スノーボーディングっていうのは何回もやってきてるんですよ。ただそれをやると、単純に荷物がすごく多くて、行くっていうことが大半の目的になりすぎてしまうんですよね。僕はやっぱりスノーボーディングを表現したい。それぞれがそれぞれの持ち場で活動しやすいように、あるいは助けてもらえるようにっていうことをこの牧歌プロジェクトで試してみたかったし、提案したかったんですよね。シェルパ魂みたいなのが結構あって、このみんなが何時に戻ってくるから俺たちはここでこれをやるんだとか結構伝えてくれて、もうシェルパっていうのはそういうケアももちろんするよっていう、そもそもスタンスですね。もう一つの要素なんですけれど、上空へ旅をする。今までこの春先っていうと雪が降るであろうエリアに北上したりとか、海外行ったりとか動いて旅をしてたんですけれど、それを標高を上げて雪のあるエリアに上に今度旅をしてみようっていうのが一つコンセプトとしてありました。向こうまだ青いもんね。冬の色してる。やっぱり地元のメンバーとトライしてみたいっていうのは根底にあって、僕の中ではホームから始めるべきだっていうのが強くあって、それはやっぱり今まで一歩一歩ね、本当ボトムから経験も含めて登って登って登ってでステージを上げてきたんですよね。その延長線上にあってほしいっていう思いがやっぱり一つで、南浦隆っていうのは絶対に最初に必要な、僕にとって大切な存在だったんですよね。もう一人ライダー小林優太っていうのは地元のメンバー、一緒に活動しているメンバーであり、今バックカントリーだったりフリーライドの一番中心になっているジェネレーションが小林優太だったんで、そのジェネレーションを一緒に連れていくっていう意味合いも僕の中ではありました。
正直言って僕ここをホームにしながらも外ばっかり見てきたんですよ。毎年のように海外に行ってとか、やっぱり外のものを学びたくて吸収したくてってやっていったところで、また改めてそういう視点で地元を見てみたくなった。ラッキーだったな。生まれたところがこんな素晴らしい山のエリアでスノーボードが好きになって、いつもの仲間がそこにいて、その安心感があるから僕は旅に出れるんだと思うんです。すごい自分は恵まれてるなって感謝したいですよね。